こんにちは、音沢です。この動画はポップ音楽理論第2回の動画です。前回は音楽理論は発想を狭めるのかについて話しました。今回から第1章、音から音楽へに入ります。まず、今回、音という現象と音が人間に与える感覚について見ていきます。その中で、ドレミファソラシドレミファソラシドとループする理由について話します。そして次回は12種類の音を導き出す方法を見ていき、さらに次の回ではクラシックからジャズ、ポピュラー音楽を支配しているメジャースケールについて話します。説明上、聴覚を起点として音について説明しています。音が聞こえない方、聞こえづらい方、判別しづらい方を否定する意図はありませんのでご了承ください。音は波の一種です。物体が振動したとき、周りの空気が振動し、その振動が周囲に伝わる現象のことを指します。例として、音がスマホから人へ伝わる過程を見てみます。この丸は空気を表しています。まず、スマホのスピーカーが振動します。スマホの音量を上げてスピーカーを触ると振動していることがわかると思います。そして、このスマホの振動によって近くの空気が押し出されて密になると、次にさらにその近くの空気が押し出されて密になります。逆に引っ張られてスカスカになると、その隣の空気もまた隙間を埋めようとするため引っ張られてスカスカになります。この密とスカスカが周りに伝わっていきます。そしてこの振動が耳の中にある鼓膜を振動させ、渦巻きの形をした蝸牛の中にあるセンサーが振動を電気振動に変えて、それが脳に送られることで音を感じ取ります。ポイントは、スマホの近くにあったもの、空気が耳まで移動して届いたのではなく、スマホのスピーカーの振動が空気を振動させ、鼓膜が振動することで音を近くするという点です。次に、音が与える感覚について焦点を当てます。どう感じるかがポイントです。音の3要素としてよく聞くのが音の大きさ、高さ、音色ですが、まとめると波形の違いが感覚に影響を与えるということが言えそうです。客観的な情報ではなく、あくまで主観的な情報です。まず、音の大きい小さいがわかるということは、音の波形から空気などの圧力の違いがわかるということです。理科の授業では、振幅が大きいほど大きく聞こえると習いますが、同じ振幅の場合、高い方が大きく聞こえることが多いようです。次に飛んで、音色は先ほどの説明と被りますが、波形の違いそのものが与える感覚です。この綺麗な S 字の波形はサイン波と呼ばれ、自然界ではほぼ聞かない音です。音差や地方の音で、私には無表情な音に聞こえます。普段聞く音の波形は声のように複雑な波形をしています。同じ高さであいうえおと言って判別できるのは、波形の違いから別の音色に聞こえるためです。あー、い、うー、えー、おー。そしてこの3つの要素でドレミファソラシドなどの音階やコード、キーなどの説明に深く関わってくるのが音の高さです。音の高い低いは振動の頻度の違いです。振動の頻度が高いほど音が高く聞こえます。振動1回分はこの S 字の範囲です。1秒あたりの振動の回数を周波数または振動数と言い、単位はヘルツです。次に、音の高さを判別する能力、いわゆる音感について深掘りします。ドレミファソラシドレミファソラシドとループする理由と深く関わってきます。まず、音が2回鳴るとします。例えば、1個目の音が 440Hz で、2個目の音も 440Hz なら、同じ高さの音に聞こえると思います。絶対音感があると、みたいな話をよく聞きますが、同じ音の高さなら、音楽経験がなくても判別できる人は多いと思います。1秒間に440回振動していることは目では見えません。でも、2つの音の振動数が1倍の関係であることは感覚でわかるのです。
判別できる周波数は他にもあります。それは周波数が2倍の場合です。今から1個目が 440Hz で、2個目がその2倍の 880Hz を鳴らします。どのように感じましたか？表現が難しいですが、同じ音の高いバージョンに聞こえませんでしたか？このように2倍の周波数の音は同じ音の高いバージョンに聞こえるため、ドレミファソラシドのドのように同じ名前がついています。例えば 440Hz はラです。その2倍もラとなります。ということは、その2倍の 1760Hz もラとなります。周波数が2倍の場合、同じ名前がつくということは、周波数が4倍、8倍の場合もラということです。つまり、周波数が2倍の場合と言いましたが、まとめると、周波数が2の X 乗倍の場合、それを判別できるということです。2の X 乗倍とは、1倍、2倍、4倍、8倍とか、2分の1倍、4分の1倍、8分の1倍とかです。よって、ドレミファソラシドがなぜループするのかの答えは、周波数が2の X 乗倍の場合、同じ音の高いまたは低いバージョンとして聞こえるため、同じ名前で呼んでいるからということになります。まとめると、まず音という現象があります。振動が周囲の空気を振動させ、波として伝わる現象です。そして音が与える感覚があります。波形の違いから音の大きさ、高さ、音色の違いを感じ取ります。さらに音の高さを判別する能力として2の X 乗倍の周波数の判別について話しました。次回は12種類の音を導き出す方法について見ていきます。そして純正率、平均率と呼ばれる音の並びの長所短所を比較します。ご質問ご意見はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。